それではまずはじめに紹介する不遇キャラランキング第5位は、L1 世界のコチやサナエだぜ。東方界最弱と名高いキャラクター。東方ロスワのサナエの扱いはなかなかのもの。まずコチやサナエというと、守谷神社の北条の神の巫女さんで天然で誰からも愛される癒し系キャラクターなだけあってか、回復系キャラクターとなっているな。緑髪だしヒーラー感がありますよ。L1 サナエは回復担当キャラらしく体力初期キャラで結構高いんだ。ただし回復式にふさわしい回復スキルもあるんだけど、火力がなさすぎて使いづらいというデメリットがあるんだよ。ブーストなしだとグレイソーマタージは無双封印の半分程度の火力しかないぐらい弱い。タンクとしては使えるからコウマ島で持っていけるところはあるけど、まあなかなか使う機会は少ないでしょうね。さらに、キャラが増えてインフレも進んだことでより安定して早く勝てる戦術が山のように増え、時間ばかりがかかる耐久戦法の重要性は非常に低い。現在はコウマ島は敵の火力が上がりすぎて防御も回復も役に立たないようだしな。周回火力もオワコンだし、出番がなくてシンプルにかわいそう。と言っても工場キャラだし回復系だから火力がないなんていうのはよくある話なんだけども、このサナエにとっての一番の不遇点は特殊効果を何も持っていないこと。スペからスワに攻撃前効果付与等の強化が欲しいところなんだが、なぜか特殊な効果や能力を一切所持していないというまさかのバニラ。逆に奇跡でしょこれ。しかも他の初期組でもスペかカラスは、どっちかには効果あるのにサナエさんだけ全部持っていないというあんまりな不遇点があるんだ。いやいやいや、東方原作最強の次期キャラなのに特殊効果なしとかかわいそうすぎでしょ。他の L1 人間組キャラはまだ活躍の余地がある性能なんだがあまりにもかわいそうな結果に、そしてそんな最弱サナエを覆すべくエピックサナエが登場。もはや弱かった下級戦士がスーパーアラストが微塵になったかのように髪も金髪に染めた。性格もぶっ飛んでいるし、F1 のキャラだし3周年の締めくくりとして晴れ晴れしく登場。かなり期待していたんだが、その期待に応える形で火力ブレイクサポート全ての性能が高水準、差別化点と汎用性とを兼ね備えた、最強クラスのエピック限定キャラクター。下級戦士にしていたのはこの日のためだったのかもしれねえ。まあそれまでの月戦型とかも有能なサポート性能を持っていたりしていたんだがな。でもある優遇点があるから第5位にしたんだ。それは他のキャラより胸がでかでは次に紹介する不遇キャラランキング第4位は、社名丸あやだぜ。社名丸あやに不遇点とかあったっけ？この子はマジでかわいそうです。まずはじめに社名丸あやというキャラクターなんだが、彼女は他のカラステングと同様に新聞を自費出版していて、彼女の新聞の名前はブンブン丸新聞。知ると差がつく豆知識としては東方光林堂によると、社名丸には大天狗の上司がいるんだけど、その上司は新聞の大会で優勝しているぐらい優秀らしい。ただその内容自体は子供じみているようですが、ちなみに新聞の鞍馬加納法という名前からその上司は飯綱丸恵ではないようなので、また今後登場する可能性が高そうですね。天狗の新聞は主に天狗仲間が購読することが一般的。天才や心栄林からすればその内容は学級新聞らしい。知識の神からすればそうなるだろうね。このように彼女は新聞記者でありながら、なんと公式的に幻想郷でもトップクラスの実力者であり、幻想郷最速だとされているんだぜ。マリサ曰く、瞬きするだけで人里を駆け抜けるレミリアよりも社名丸あやの方が早いと言ってるほど、このような公式的強キャラ設定、原作での時期の活躍、多数の書籍の活躍などから東方プロジェクトを支えるキャラクターの一人と言っても過言ではないだろう。間違いないですね。東方プロジェクト人気投票ランキング15回では10位以内に入るほどの人気だもん。そんなあやなんだがロスワでの扱いがひどい。まずこのキャラクターはレイムさんも言ったように東方プロジェクト人気投票ランキングで10位以内に入るほどの人気キャラにもかかわらず、なんとエピックは愚か、未だに超フェスでさえも登場していない。そういえばそうや、東方ロストワードでは影の薄さから全然気づかんかった。そう、あんまり認知されていないが、社名丸あやのプレイアブル変わる1と2周目だけ。幻想郷1の実力の持ち主なのにバトル RPG で全く活躍しないのは不遇すぎた。さらにこの社名丸あやは記者という役職柄からイベントで司会役とかで結構使われたりするにもかかわらず、超フェスなどでのプレイアブル化がない。それどころかマジでシルエットもなく、今後の登場も薄い。これはさすがにひどいっす。前回の未実装ランキングでも解説したがレミフラが6体も出す前にアヤみたいなキャラを出してあげてほしい。アヤなんてメインストーリー上でいくらでも関われる要素を持っているんだから、そっちでももっと活躍させてあげてほしいぜ。いつになったら超フェス実装されるのか見どころですね。多分今頃ゲイドン亭で記憶飛ぶぐらい飲んでそう。あやちゃん後でゲイドン亭で飲もう。ゲイドン亭の看板娘もエピックにされてたわ。これが優遇と不遇の差か。それでは次に紹介する、不遇キャラランキング第3位は、月戦型シャーマン白霊レイムだ。噂ではよく聞きますよ。
多分それ逆のやつだと思う。一体どういうこと？まずこのキャラは2021年8月31日開催の飲料ドライブ駆動せよ超フェスで初登場したキャラクターだぜ。この子は、ヒフーロストワードのストーリーに登場する、霊気を操る程度の能力を封じられた霊夢。異変の影響で能力が使えなくなっているんだ。同様に能力を封じられているマリサたちと共に戦っているんだ。能力が封じられているのに一体彼女たちはどうやって戦っているの？霊夢に関しては三段銃型のチェーンモデルと、自動小銃型のランモデルが存在し、それぞれお札を打ち分けているぜ。持っている銃をよく見ると藍色の銃にはラン、橙色の銃にはチェーンの文字があるんだ。ということは式神の親であるゆかりに作ってもらったってことになりそう。はたまたスーツの各所には、瞬発力と速度を底上げするために社名丸綾のアーカイブを介入させた疾風スラスター、疑似霊力タンクとして機能する大量の極小エネルギーパックとして息吹スイカのアーカイブを介入させた息吹量エネルギーパックが仕込まれているぜ。ロスワさんらしく中二感たっぷりで安心しました。なかなか色々詰め込んだキャラクターデザインで、見た目もかっこいいんだけど、この子もかなり不遇を受けたキャラクター。この月戦型霊夢は設定のこともあってか、要望アップ、陰謀アップ、注目アップ、回避アップ、体力回復、結界回復と、防御系スキル特性を詰め込みまくられたキャラクター。注目アップ持ちで回避アップできるとか防御のスペシャリストじゃん。ただしパワーの方も9大点以上の火力はしっかりと持っていて、バランスのいい性能を持ったキャラクターなのも間違いないんだ。非公式なこともあってラスワの周回火力も20万前後となかなかにいい火力を出せるわけだし、霊夢らしい妖怪特攻持ちで火力も出せるタンクキャラでかなり強いんだ。へえ、防御振りで火力は出ないものかと思っていたけど違ったんだ。ただ、8月に登場した6人の超フェスキャラの中では1、2を争うレベルで弱い扱いを受けたキャラクター。なんで一番の原因は月戦型マリサの存在だな。彼女は火力に特化された性能であることからそっちに注目度が集まったことによって、対となる霊夢の評価が爆下がり、この月戦型マリサはバフサポート性能が高く登場はゲームナンバー1のとんでもない性能であるので、性能だけにフォーカスして言えば比較的に優先度が下がるというわけだ。なるほど、それが原因で弱いイメージが刷り込まれてしまったということですか。かなり優秀だけど、あまり評価されなかったので3位としてランクインさせたぜ。水着でもマリサが強くてしかもバストサイズも負けちゃったし、ロスワの霊夢は不遇かもしれないな。さて、東方ロストワード不遇キャラランキング第2位は、L1 純子だぜ。正直これはロスワさんやっちゃってます。実装当初から周回火力がオワコンすぎるということで話題になったキャラクター。純子とか東方原作で言うと、東方プロジェクトで最強と名高いヘカーティアをしのげると思われるほどのトップクラスの実力者なのに。そう、純子はジョーガと呼ばれる月の女神の夫に実の息子を殺されたんだ。で、ここが重要なんだが、純子もジョーガの夫の妻。つまり一夫多妻制ですね。そして恨みから月を襲撃するようになったんだ。能力は純化する程度の能力。すべてのものに宿る本質。名前が付けられる前のものが持つ純粋な力を操る能力。本来この純粋な力は名前が付けられることで失われてしまうが、それを保持し続け、他に与えることができる。詳細は不明なんだけど、作中では生命力の権下である妖精を大幅に強化したり、弾幕で朽ちった人間なら無条件で殺せるらしい。なんとまあ恐ろしく、難しい能力なんだ。難しい能力なのでいまいち実力がわからないと思うんだ。純子がどれだけすごい実力の持ち主なのかについてなんだが、まずヘカーティアと対等、というか、多分能力で彼女の怒りを煽って味方につけていることからもおそらく実力で言えばヘカーティアより上と言ってもいいかもしれない。まあ一番の実力ポイントは一人で月を長年襲撃し続けてきたことでしょう。月の都の実力はなんと幻想郷より上で強力な兵器があったり、月の使者という実力者がいて、霊夢やレミリアが全く歯が立たなかった月の使者のリーダーの綿月姉妹や、月の賢者サグメがいても追い返すのがいっぱいいっぱいだったようです。このようにめちゃくちゃな強さ。だけど東方漢樹伝の時はたつき姉妹花見をしてたの？そこ未だに謎。またエイリンともずっとやり合っていたことからもその実力は間違いないだろう。そして東方ロスワでは、最弱クラスの実力者となりました。実装から1年以上が経ってもそのオワコン度はさらに高まり、そして当時はまだかろうじて見どころだったその他の強みもほぼほぼ全て潰されつつあるんだ。ヘカーティアみたくフルブーストして敵単体を殴る力だけはそれなりにあるんだけど、これすらお世辞にも強いと言えるほどではないもので、なんなら全体ラスワでこれより余裕で火力を出せるものはいくらでも出る環境になって、もう彼女が活躍する場はないと言っても過言ではないほど、引用混成なのでセットアップの手間すらかかり、正直言って褒められる要素がほとんどない。いや当時のロスワ人に問いたい。おそらく原因としては、リリース初期に立ち絵が実装された際に、キャラ性能設計をしたものを未調整のまま出したことが原因だと思われるぜ。なるほどね。そうじゃないと、ヘカーティアと天と地の差の説明が効かないですもん。そして1週間後、さすがに弱すぎたのかと思ったのか、運営もその1週間後という異様な速さで修正を入れたんだ。その修正は何？スペルカードに変える特攻をつけるというもの。今なんて、変える特攻をつけるというもの。
カエル特攻？いやまあ、原作での設定として、カエルになったジョーガを恨んでいるというのがあるがマジなのか。もはや一度純化した方がいいだろう。ただし少女転生と同時実装の転生強化マスは、すべてのスペルカードとラストワードの各バレット威力強化という、基礎的な部分に止まった模様。これだけでは大幅な強化とは言い難いが、早急に転生強化が実装されただけ他のキャラよりはマシなのかもしれない。ちなみにこの順子の1週間後にL1にもかかわらず、現在でも最強クラスのエカーティアが出た。もちろん当時の評価と今の評価じゃ違いはあるにしても、順子の評価は最弱クラスでヘカの評価は最強クラス。原作同期で同じ破壊式タンラスキャラでこの格差はひどすぎた。一体何があってこうなったのだろうか。順子も絶対言ってるよ。運営よ、見てるか。さてさて、生えない不遇キャラランキング第1位は、レリック・フランドールでしょう。麻薬だったかもしれねえ。まずフランドールについてなんだが、原作での登場は少ないものの今や人気投票ランキングのランキング順位は1位。フランは前回5位でしたがかなり上がってなんと悲願の1位となっていますよ。フランドール・スカーレットの魅力というと、500歳近くまで生きているが姉のレミリア同様20にも満たない幼児の容姿をしていたり、可愛らしい見た目と違ってありとあらゆるものを破壊する程度の能力という物騒すぎる能力を持っているぞ。それに加えてヤツメウナギのようなぐにゃぐにゃの特殊な形状をした特徴的な杖または剣を所持しています。この見た目とは裏腹に年齢は495歳以上と高年齢。フランドールは滅多にコウマ館から出てくることはなく、コウマ館に入った人間がたまに確認する程度とのこと。まあ、吸血鬼というと普通は暗いところを好むもんだから普通なんだが、姉のレミリアがむしろ活発すぎると思われるぜ。フランも魅力的なキャラクターですが、やはりテーマ曲の UN 応援派彼女なのかも素晴らしいですよね。この曲も毎度1位か2位なんだぜ。曲やキャラ設定、デザインなどから一躍有名になったフランドール。このように人気投票ランキングでも1位を取った栄光あるキャラクター。そのこともあって演出、曲とともに最高潮のレリックキャラクターとして実装されると公式が発表された時にはかなり盛り上がっていた。みんなもこのイラストから見て間違いなく、フランドールらしく破壊式、もしくは攻撃式と期待を膨らませただろう。さあどっちになっても強い式、いざ実装されたらなんと、レリックフランは防御式だった。この時一同全員がハテナマークになったでしょう。どうしてフランドールが防御式なのかと。100歩譲って妨害ならわからんでもないが、フランドールという破壊に特化したキャラクター、さらにデザインも今まさに破壊を楽しむ雰囲気、なのに形態は防御式。まあ、常にデザインに合わせるなんて難しいだろうし、水着レミリアみたいに防御式なのはついでみたいなものなら全然いいのよ。ちゃんと自己完結の6枚ブレイクもあってブレイク性能もないわけではない。ただやっぱり式に引っ張られてスキルはほとんど東方ロストワードにとって二の次な防御をサポートするというものになっているんだ。基礎性能となる火力ブレイクサポートなどはレリック限定キャラとしては抜けている要素もほとんどなく、それこそもう実装が1年近くも前の最初期レリックである姉のレリックレミリアと比べても各種項目で同じかそれ以下、特徴として星&月の二属性ダメージを 100% 軽減するというものがあって、刺されば無敵というものもあるんだが、そんなものほとんどなくて、この子はなかなか使うタイミングがない。コウマ教フランに雑魚呼ばわりされていたけど、あらがち間違いではなかったのね。ちなみにコウマ教フランはいろんなフランをセルみたいに吸収して完全体になっているからレリックフランを雑魚扱いしているようだ。それにしても100歩譲って防御式でもいいけど、火力は欲しかったところですね。ああ、防御式はどうしてもフルブレイクされたらお釈迦だから、火力がないと使えないんだよ。なのでレリックキャラの中でもトップクラスに弱いキャラクターだろう。とりあえずなぜ、人気投票ランキング1位のキャラクターのレリックをこんな形で実装しようと思ったのかが不思議ですよね。企業的に見るとせっかく稼ぐチャンスなのに、あんまりなキャラ性能からプレイヤーは引くのを渋るのでは？逆、じゃないかな。性能が低くても引いてくれるからあえて次の子で強くして引いてもらえるように調整したんだろう。いやかな子様を例えで使わないで。でもその可能性が高そうですね。なかなかに不遇な扱いが多かったんだけど、ロスワさんもかな子みたいに神ではないのでまあ仕方がない。かな子様でもやらかしますしね。ということで、今回の授業はここまでだ。私と同じように純子の恨みがさらに増加したのではと思った人は高評価をしてくださいね。またに実装最強キャラランキングなんかも解説しているからそっちも見に行ってくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。